皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。大前健一です。柴田巌です。10月28日に私たち H2O のプロジェクトチームは細野原発担当大臣と一緒に共同記者会見で福島第一原発からどういう教訓が得られるのか、そして今後もし原子炉を再稼働するとしたらどのような対策が取られる必要があるのかということを申し上げました。その結果についてはこれと同じような YouTube でアップしておりますし、また私たちのサイトから全資料がダウンロードできるようになっております。でその後引き続きまして加圧水型の原子炉 PWR というものについてですね、この教訓が同じように生きるのか、それとも PWR というのは違うのか、そういうことをさらに追加調査をいたしました。そして全部をまとめてですね、 PWR とそれから BWR の結果をまとめたものを細野大臣の方に2011年の12月21日に報告をいたしました。今日はその報告をし、かつ提出をした全資料の説明で、もちろん全資料といっても400ページ近くありますので、主として今回はその後得られた知見と、それから一部の地方自治体と話をしていろいろ出てきた新しい質問、そういったようなことを含めてですね、加圧水型プラスそういった新たに出てきた皆さんからの疑問などに対する答えを、そしてその最終報告に盛られている部分というものをここで説明をさせていただきたいと思います。プロジェクトのフルタイムで担当してくれた柴田巌さんに説明をしていただきます。まず PWR の方からお聞きください。はい、では今から PWR 型に関しましてご説明をいたします。この調査は11月の初めから12月中旬まで約1ヶ月半をかけて行ったものです。で調査の骨子ですが、大きく4つの点に関しましてリサーチをいたしております。はい、こちらですね。まず1点目が BWR 型沸騰水型の原子力発電所と、それから PWR 型加圧水型の発電所の一般的な特徴違いは何なのかと、これについて調べました。続きまして福島第一ほかの BWR 型で今回起きた事故から得られた教訓、そして対策に関しましてPWR 型のプラントにも適用が可能なのかということの検証をいたしました。そして3点目が事故の再発防止という観点からPWR 型に固有の考慮点があるのかということを調べました。そして最後4点目でございますが、多い3号機と4号機、これは福井県にあるんですけれども PWR 型の代表的なプラントの一つでございますが、これをケーススタディの対象といたしまして我々の得た教訓、それから対策、こういった観点からその多重性と多様性のチェックを行いました。今からこの4つの論点を中心にご説明をいたしたいと思います。まず1点目の BWR 型と PWR 型の特徴、それから違いは何なのかという点でございますが、基本的には個別の機能に違いはあるものの、原子炉の停止後炉心の水位や圧力を制御しつつ高圧で冷却した後に減圧をして低圧の冷却に移行するという点では同じでございます。で今画面に映っておりますのは事故の際に中心的に調べた外部電源、交流電源、直流電源、冷却機能、高圧と低圧、それから減圧機能、最終ヒートシンク、格納容器のベント機能、水素爆発の防止といった主要な観点から簡単に PWR 型と BWR 型の違いを整理したものでございます。詳細はウェブサイトからダウンロード可能ですのでここでは省きますが、PWR 型に関しては放射性物質を含む冷却剤の循環が格納容器内で閉じており、放射性物質を含まない冷却水または蒸気
これを大気あるいは海へ放熱する仕組みを持っているという点が特徴的なところでございます。それから水素爆発に関しましては今画面に映っておりますが、米国の研究資料の中では炉心に使われる燃料棒の仕組みが PWR 型と BWR 型で違っておりまして、特に BWR 型福島や東海女川といったプラントでは燃料棒にチャネルボックスという部材が存在しています。で PWR 型に関してはこのチャネルボックスがない設計になっておりまして、同じ出力でも使われているジルコニウムの量が違います。量が違うということは水ジルコニウム反応という化学反応が起きて、福島第一の場合には水素が大量に発生して爆発または爆豪に至ったわけなんですが、その量そのものが少ないのではないかという研究資料がございます。さらに PWR 型の発電所の格納容器はこれも同じ出力比で見た場合には BWR 型に比べて約5倍の大きさがあるという設計の特徴がございまして、水素の濃度が高いか低いかによって爆発の強度が関係してくるわけなんですけれども、一般的には 4% 以上で燃焼し 13% ないし 18% で福島第一のような爆豪に至るというふうに言われているわけなんですが、以上のような特徴から PWR 型のプラントに関しては水素爆発については濃度が比較的抑えられる傾向にあるというふうに考えられるというふうに思っております。それから続きまして2点目の論点である BWR 型で得た教訓対策、これが PWR にも適用可能かどうかという点なんですけれども、今画面に映されておりますのがそのサマリーです。結論から申し上げますと適用可能であり、また我々の最大の教訓であるいかなる環境下でも原子炉へ電源並びに冷却源を提供することの重要性は変わらないということなんですが、この画面にございます通り大きく8つの分類をいたしまして、地震津波の影響、電源喪失、それぞれ福島第一ほかの発電所で抽出した発生事実、そこから得られる教訓、これをすべて PWR 型に対しても適用可能かどうかということを調べました。でその結果ここにございます通り、一部そもそも PWR 型には例えばラプチャーディスクがついてないとか、格納容器の大きさが5倍以上あるのでベントというものを設計に組み込んでないとか、そういう技術的な違いが各論ではありますが、それ以外の部分に関しては PWR 型でも適用が可能だということが分かりました。続きまして PWR に関する固有の考慮点について簡単に触れたいと思います。今画面に映されております主に上の半分ですね、上から1点目と2点目、これについてご説明をいたします。まず1点目が今回その3月11日の大地震で福島第一、福島第二、それから東海第二、女川、それから数年前に発生いたしました中越沖地震では柏崎刈羽の発電所、こういった BWR 型のプラントに関しては全て地震によって燃料棒に対して制御装置を挿入するといういわゆるスクラムという設計になっているんですけれども、全て正常にスクラムをいたしております。一方 PWR 型に関しては国内ではこれまでのところ地震によってスクラムをしたという事例はありません。これはそもそもその設計で設定されている値より大きい地震も発生してないということもあるんですけれども、そういう点で同規模の地震の際に PWR 型は正常にスクラムするのかという点が固有の考慮点として挙げられます。それから2点目は今現在進んでおります原子力安全保安院の意見聴衆会などでも指摘されている様子ですが、全交流電源の喪失、いわゆるステーションブラックアウト、これが起きた場合に PWR 型の
一次冷却剤ポンプのシール部分、いわゆる接合部分から冷却水が漏洩して、大幅な現象を生じて炉心の高圧冷却計が機能しないのではないかというような点が2点目です。これについて簡単に触れたいと思います。まず、制御棒およびスクラムを正常にするのかという点なんですけれども、今画面に映されておりますものが、PWR 型の制御の仕組みの概要です。BWR 型、つまり福島第一などの発電所では、電源を使って原子炉の下から制御棒を挿入するという、下から上に挿入するという仕掛けになっています。一方 PWR 型に関しては、電源を使わないである一定の地震動の設定値になった場合には、おおむね160があると言われているんですけれども、自然に落下すると、こういう仕組みになっています。で、この画面の中央のところにその拡大図がありますが、燃料棒と制御棒がだいたい20センチぐらい運転中にも挿入されていて、で地震などが起きた場合にその上から吊り上げているこの制御棒のピンが外れて自然に重力で落下すると、そういう仕組みです。したがって電源が必要ないという点では必要ございませんが、逆に自然落下ですから大きく横揺れしていたり、それから湾曲していたり、そういった状態があった場合に果たして正常にスクラムするのかと、つまり制御棒が入るのかということについては指摘が出ているようです。でこれに対して実際の実規模で実験をしております。今画面に映っているものがそれにあたりますが、実際にその設定値の 3.3 倍まで揺らしてみた場合に正常に制御棒が挿入されるということが実験では分かっております。でこの画面の右下に試験結果というグラフがございますが、これが横軸が地震動、そして縦軸が制御棒が上から下に入るまでに要した時間です。で、実験装置の関係で3300ガル程度までしか揺らすことができていないんですけれども、これでもものすごく大きな揺れなんですが、この実験装置のマックスの値をかけたとしても、正常に制御棒が挿入されるということが実験では証明されています。それからもう1点目、一次冷却剤の減少に関しましては、これも簡単にご説明をいたします。ステーションブラックアウトが起きたときに炉心の一次冷却剤ポンプのシール部分への注入や冷却ができず、シール部分から一次冷却剤の漏洩が生じて炉心が安定冷却できない可能性が指摘されています。でこれはどういうことかといいますと、ここがその冷却剤のポンプです。でこれを拡大したものがこの図です。でこの青い四角の部分を拡大したものがさらにこれです。で通常電源があるときはこの青い経路を使って高圧の冷却水が循環していて、それでそのシール部分から炉心の冷却水が漏れ出るということを防止しています。ところが電源がなくなるとこの青い水の循環がなくなりますので、赤色の矢印の系統を通って炉心の一次冷却剤が漏れ出ると。でこれが継続すると大幅な水位の減少が起きて安定して炉心を冷やすことができないのではないかという技術的な指摘です。でこれに関しましても基本的には問題ないという検証結果が出ているわけですが、今の映し出されているページがそのデータです。で解析の結果漏れ出る一次冷却水とほぼ同等の量が蓄圧タンクという装置から自動的に注水されますので、減る量とそれから追加される量がプラスマイナスでほぼゼロで、
炉心の水の量、冷却剤の量は同等に維持されるというのがこの骨子でございます。続きましてここからは3点目の論点である4点目ですね。多い3号機と4号機、この現状とそれから多様性多重性についてご説明をいたします。今映し出されている図は断面図でございますが、福島第一並びに第2以降の地震津波、これは高さ、海抜の高さがどうだったのかということが、影響を与えたファクターになりました。で福島第一と第2では海抜が約3メートル違ってたわけなんですけれども、これによって第1に与えた被害、第2に与えた被害の差が出ています。で、多い3号機、4号機は主要な建屋は海抜 9.7 メートル、それからバッテリーと主要な電源板、これは 15.8 メートル、非常用の発電機は10メートルの高さにあります。それから海側の冷却用のポンプは 4.65 メートルです。でちょうどこれがバッテリー室並びに電源板のあるところです。それからここが海側の海水ポンプですね。で海抜が 9.7 メートルと、こういう構図です。それからPWR 型には最終ヒートシンクが2種類あります。BWR 型では海が最終ヒートシンクになっているわけなんですけれども、これはスクラムした後の原子炉で発生する熱をどこに逃がすかという熱の逃がし場のことなんですが、BWR 型の場合には海側に熱を逃がしたかったと。しかしながら海側の機能が喪失してしまったがために熱を逃がすことができなくなってしまったというふうに理解しています。でこの図が PWR 型で大気に熱を逃がすそのループと、それから海に逃がすループ2種類あるということを指し示したものです。でまず海側のものというのはこの青いところで青い色でハイライトした系統です。原子炉から熱をこう循環させて、ここでまず二次系の熱交換をして、でこの系統で海に熱を逃がすと。それからもう一つは大気なんですが、これはここに蒸気発生器という機能を持っている設備がございまして、一次系の高圧になった冷却剤がここで二次系の蒸気発生器で蒸気になって、通常はタービンに回って発電をしているわけなんですが、ステーションブラックアウトなどが起きた場合にはここの弁が閉じられて、そしてここの弁が逆に開放されて、そして蒸気の形で大気に熱を逃がすと、こういう仕組みです。でそのための循環をどう確保しているかといいますと、ここにタービン動補助給水ポンプというものがあります。これは電源を必要としない、正確に申し上げますと、タービン動の補助給水ポンプのスイッチをオンする瞬間だけ直流電源がいるんですけれども、それ以外のそれ以降の循環に関しては蒸気で自然に循環します。したがって、このタービン動補助給水ポンプでこの循環を作りながら、ここから大気に熱を逃がすという意味で最終ヒートシンクが大気の仕組みです。この2種類があります。でいずれも直接この一次系の冷却剤を外に出すわけではなく、二次系または三次系を使って熱交換した上で海または大気に熱を逃がしますので、そういう面では放射性物質を基本的には含まない、そういう仕組みになっています。でこの今ご覧いただいているグラフはいわゆる今その100度未満の温度に福島第一のプラントなどは冷温停止したというようなことがメディアで言われておりますけれども、 PWR 型で低温停止をしていくまでのプロセスを簡単にグラフにしたものです。
で PWR 型は高温停止というフェーズとそれから低温停止というフェーズと2つのフェーズで原子炉を停止していく、安定した温度に停止していくっていう構成になっています。で前者が 0.7 メガパスカル170度まで、おおむね140から170度まで、それから低温停止が93度までという2段階の構成です。で先ほどご説明いたしましたタービン動補助給水ポンプなどを使ってこの運転状態から例えば電源喪失が起きた場合には冷却が始まってそしておおむね 4.2 メガパスカル、ここですね、この段階で蓄圧タンクから自動的に放散水が注入されます。これは圧力が下がっていくと弁が自動的に開いて注入されるという仕組みです。その後 1.7 メガパスカルまで冷却した後に今度蓄圧タンクの電動弁を閉止してその後また冷却を開して170度まで冷却すると、こういう流れがおおむねのところです。でその後低温停止に持っていく方法として先ほどご報告いたしました大気へ熱を逃がすかまたは海へ逃がすかと、こういう構成になっています。従いましてBWR 型では100度以下に冷えるかどうかということが冷温停止の非常に重要なポイントとなっている様子ですが、技術的な仕様が違う PWR 型に関しては逆にその BWR 型で100度以下だから PWR 型も100度以下という考え方ではなくPWR 型に最も適したいわゆる安定管理できる圧力の帯域そして温度の帯域に持っていくことが重要なのではないかというふうに考えます。それから12月下旬現在までに3月11日以降この発電所で取られている安全対策、福島第一の事象なども十分に踏まえてさまざまな対策がなされているわけなんですが、これについて講師をご説明いたします。まず電源でございますが、今映し出されておりますような形で空冷式の非常用発電機、いわゆるその海側の水源を必要としない空冷式の非常用発電機が導入されています。ちょうどここにあるものですね。大井の場合には4つのプラントがありまして1プラントに2台ずつ合計8台の空冷式の非常用ディーゼル発電機がすでに設置されています。それから今後さらに高台により大規模な高設非常用発電機というものを設置する予定です。でこの空冷式非常用発電機ですが、画面の下側に写真が小さく写っていると思うんですけれども、発電機のすぐ横にこういった非常用になった場合にこの発電機の電源を供給することが必要になった場合にこういったその接続口とそれからケーブルがすでにスタンバイされていてケーブルを接続口に差し込めば自動的に原子炉まで必要な電源が供給されるというようなところまでスタンバイがされています。それからもう一つ冷却源ですが、さまざまな消防ポンプ、下半式の海水ポンプなどが70台以上設置されていますけれども、ちょうどこの12月にこの真ん中に青い四角で囲った大容量ポンプというものが導入されて今その使い方の訓練をしている最中だそうです。これがその演習の場面を撮影したものでございますが、先ほどのその海を使って熱を逃す場合、それから大気に熱を逃す場合の最終的に100度以下に持っていく場合、こういったところでもし万が一冷却水源が足りなかった場合にはこういったものを使って海側から海水を供給することでさらに冷却源のバックアップにしようと、こういう仕組みの設備です。これも同じくその訓練の状況ですね。
それから水素爆発の防止に関しては今画面に伝えておりますが簡単にご説明をしておきます。まず関西電力の試算に基づきますと PWR 型は格納容器が約5倍同じ出力比で約5倍大きいことと、先ほどのジルコニウムの量が少ないということで燃料棒の全ジルコニウムの 75% が水素反応したとしても爆豪濃度には至らないという試算が出ています。でこの左側に簡単な概略図がありますが水素爆発を考えるときに大きく2つの場所について考える必要があります。一つがこの格納容器そのもの、それからもう一つはこのアニュラス部と呼ばれている格納容器に隣接している空間です。でまず格納容器に関しては福島第一の場合には炉心損傷に伴って大量の水素が発生し格納容器に充満したと。でこれが原子炉建屋に漏洩して爆豪に至ったということなんですけれども、対策としてはPWR 型は格納容器の容量が大きいということと水素濃度の発生量も少ないということで爆豪の濃度までは至らないと、誘導が大きいということがまず1点です。それから将来的には電源を必要としないいわゆる静的触媒式水素再結合装置リコンバイナーというふうに言われているんですがそういったもので数%の濃度を下げることでもし仮に 13% 以上になったとしても 10% 前後まで濃度を下げるという対策が計画されています。それから2番目の場所であるこのアニュラスと呼ばれているところですね。ここに関してはこれも簡単な概略図をつけておりますがフィルターを介して大気に排気するといわゆるベントのような仕組みを持っていてこれによってアニュラス部の水素濃度も抑えるという対策が取られています。以上のようなところが12月25日現在で大井3号機と4号機に捉えている緊急安全対策です。でこれらを踏まえて大井3号機4号機の多重性多様性のチェックをしたその結果をご説明いたします。はい、これが10項目福島第一の事象進展に大きな影響を与えた10項目を中心にその多重性多様性の確認を行ったという説明の図です。で右半分が原子炉の主要な機能パラメータ炉心の冷却蒸気発生器の減圧水素爆発の防止それから左半分はそういった原子炉の主要な機能を実装するためにいわゆるインフラ系と申しますか外部電源交流電源直流電源冷却水源燃料海水系の機能または最終ヒントシンクとこういう2つに大きく分けまして一つ一つその多重性と多様性をチェックしていきました。中間報告で詳しく述べていますが我々のプロジェクトでは多重性と多様性または原理の異なる多重性こういったものが非常に重要なのではないかというふうに考えております。でこの多重性と多様性をさらに3つのレベルで検証していくことが必要ではないかというふうに考えております。でこの3つのレベルというのはこの図にございます通りまず1つ目がこの青い枠ですね。常用非常用超非常用といったいわゆるいくつかの系統で安全設計が必要になるわけですが単一系統内での多重性と多様性です。2つ目がピンクで囲っているところですが1つのプラントこの図では1号機っていうふうに書いておりますが1つのプラントでも常用非常用超非常用といった系統の異なる安全経路がありますので同一プラント内での多重性多様性の強化そして3つ目が複数のプラント間での共有や融通による多重性多様性の強化とこういった視点です。でそれぞれ今申し上げましたような観点から多重性多様性の検証を行ったサマリーがこのページです。
で一番左の黄色の四角が常用の系統、それから真ん中が非常用、そして、右側が超非常用と、我々のリサーチした範囲では常用非常用については対策系統が確立されていて、超非常用、これはオフサイトからの支援も含めた対応になりますので、今後の具体化、それから実践演習の強化が重要と、こういうふうに考えております。で、ここからがこのページは外部電源の多重性多様性というものをチェックしたものなんですが、福島第一の事故を踏まえて、多い3号機4号機では1号機2号機3号機4号機、この全てのプラント間で外部電源を融通する対策が計画されています。これまでは1号機と2号機のこの間での融通、それから3号機4号機の間での融通という限定があったんですけれども、今回の場合には1から4まで融通していくということです。それから我々のプロジェクトでは将来的にはこの電源系統をケーブルを地下に設置する、あるいは福島第一もそれからこの図でもお分かりの通り、開閉所や1箇所に集中しているところが地震などで壊れると電源が全て喪失いたしますので、そういったその対策も中長期的には必要なのではないかというふうに考えています。次のページは交流電源の多重性多様性と、先ほどご説明いたしました通り、ディーゼル発電機以外に電源車、空冷式の非常用発電機、そして将来的にはさらに高台に高設非常用の発電機といった形で多重化多様化が進められています。続きまして直流電源、直流電源は先ほどの通り 15.8 メートルの高さのところにあります。したがって福島第一と比較しますと、福島の第一の場合には地下にありましたので、浸水誘導は高いと言えると思いますが、基本的に対策の発想が交流電源からの充電で直流電源を生かしていくという対策の切り口に集約されていますので、今後は可搬性の高いバッテリーの多重化多様化などが有効なのではないかというふうに考えています。冷却水源に関しても同じようにまとめています。詳細は省きますが、16日分の冷却水源をオンサイトに備蓄しているというのが特徴です。十分あるのではないかなというふうに考えます。それから燃料に関しましても冷却水の備蓄が16日分ありますので、それ以上の燃料をオンサイトに備蓄しているというのが状況です。それから最終ヒートシンク、ここでは海水系の機能を中心にチェックいたしておりますが、やはり海水系は海側に立地しておりますので、海抜を見てもそれから場所を見ても海側のところが常用としては多いです。したがって、先ほど写真をいくつかご紹介いたしましたが、大容量ポンプなどの非常用の設備を使って多様性を確保していくと、それから最終ヒートシンクを大気に熱を逃がすという仕組みによってさらに多様性を確保していくという考え方で準備をされています。パラメータ機能に関しましてもこういった形でチェックをいたしました。それから炉心の冷却機能、こちらもこういった形で主要な設備、それから高さ、水密対策の有無、駆動方式などについての多重性多様性の確認をいたしております。基本的な考え方は先ほどご説明いたしました最終ヒートシンク、つまり熱の逃し場を大気、それから海、この両方を活用することで誘導を確保しているというふうに考えています。それから減圧機能ですが、格納容器そのものにはベント機能を必要としない設計になっていますので、ここでは大気を使って熱を逃がす場合にその逃がす弁そのものを開放する必要がありますので、ここの部分を減圧機能と読み替えて多重性多様性の確認をしています。でこの主蒸気逃し弁という設備がそれに該当するわけなんですが、
基本的には空気のポンプ、空気ポンプで開閉をいたしますが、そういったものが使えない場合には手動で操作が可能です。また場所も格納容器の外にありますので、人力で開放することが可能な仕様になっていますので、優度があるというふうに考えています。水素爆発に関しても先ほど申し上げました通りです。以上がPWR 型のケーススタディとして大井発電所の3号機4号機の10項目、重要な10項目に関してその多重性多様性の現状をチェックした概況です。でこれでね、PWR に関しては福島と同じようなことが仮に起こったときに、どういうふうな反応をするのか、そしてこちらの方が、こういった同じような事故に対しては同じようなその災害ですね、そういうものに対しては、耐性があるのかどうかというそこのところの説明にちょっと移ってください。はい、ではその説明をさせていただきます。もし仮に福島第1号機3月11日に発生した事象と全く同じ事象がこの大井3号機と4号機に起きたと仮定したら、現状捉えている対策で事故の進展を防止できたのかどうか、これについてプロジェクトで検証をいたしました。今画面に映っているものがそのサマリーです。で結論を申し上げますと、福島第1号機と同様の事象を仮定した場合、大井3、4号機の現状の安全対策のかなりの部分が有効に活用でき、おそらく回避可能であろうというふうに思われます。今画面に映されている左半分が福島第1号機で起きた事象を忠実に再現して、またPWR 型に固有の技術的な検討点を反映して、シミュレーション的に作成した事象の進展の概念図です。簡単にご説明いたしますと、まず地震が発生して、原子炉が自動停止して外部電源の交流電源が全て喪失して、非常用発電機が自動起動して、その後津波が来て全電源、非常用 DG 並びに直流が喪失して、そして、電動補助給水ポンプによる原子炉の冷却、これが機能しないというような事象が起きるというふうに仮定をいたしました。でその後福島第一では原子炉冷却機能が喪失し、また格納容器内に冷却剤が流出して、圧力や温度が上昇して最終的には水素爆発に至ったわけですが、このシミュレーションではこのピンクに囲っているここまでですね、地震が来て津波が来て電源が喪失して電源を必要とする冷却機能がなくなるということを想定した場合に果たしてどうなのかということをシミュレーションしました。でその際に取れたであろうまたは取れた可能性を考えられる対策のフローがこの真ん中の青い字と赤い字で整理しているものです。で対策に関しましては初動約3時間以内、それから次の5時間以内、そして3番目の24時間以内、そして24時間以降1週間、おおむね1週間という4つのフェーズで考えました。でまず初動ですが、ここに関しては電源の確保、それから中央操作室の機能の確保、そしてタービン動補助給水ポンプ、いわゆる高圧で冷却して大気に熱を逃すと、こういう機能の確保が初動の中心です。でここにございます通り、正常にスクラムするということを前提に、津波襲来までに約45分ありましたので、ここは交流電源直流電源が健全ですから、この間に主蒸気逃し弁を開放して、タービン動補助給水ポンプ、いわゆる蒸気の流れ、力で自動的に回転して冷却すると、こういうポンプを直流電源で起動いたします。いわゆる高圧冷却の開始ですね。タービン動補助給水ポンプはスイッチをオンにする瞬間だけ直流電源が必要です。
でしかし一旦オンになればその後は自動循環いたしますので電源を必要としません。でこの初動の段階でそれを行うと。でその後5時間のフェーズ、次のフェーズですね。ここでは先ほど写真をご紹介いたしました海抜津波の心配のない海抜の高さにある空冷式の非常用ディーゼル発電機、これを起動してそのすぐ隣にある電源板にそれを接続することで予備の電源を確保すると、こういったことが重要なアクションになってくるというふうに考えています。でその後24時間以内のフェーズでは同じく赤色で書いたものなんですけれども、タービンの補助給水ポンプで自動的に冷却が高圧の帯域で進みますのでこの機能を維持しながら約 4.2 メガパスカルに圧力が下がった段階で蓄圧タンクから放散水が自動的に注入されます。これも電源は必要としません。でその後漏圧の減少に応じて主蒸気逃し弁の開閉、いわゆる調節ですね、冷却速度の調節をすることが必要になりますが、これも空気ポンプがあれば機械的に開閉できますけれども、もしそれが使えない場合には人力で人の手でハンドルを回すことで調整ができます。でこの開放するための弁は格納容器の外にありますので人間でのアクセスがおそらく十分可能であろうというふうに想定しています。でただし中央制御室とコミュニケーションを取る必要がありますので、いわゆる通信コミュニケーションのための手段というのは確保しておく必要があります。でその後先ほど申し上げましたような大気を使うかまたは海水を使って炉心を冷やして低温低止に持っていくか高圧の140度から170度の帯域で安定的に管理していくと、こういうそのシークエンスが十分技術的に可能であろうというふうにこのシミュレーションでは考えるに至りました。その中でね、はい、赤い字で書いてあったやつがおそらく311の後に対策として取られたものと思われるわけですけれども、はい、こういったようなことによって安全度が相当上がっているというふうに、考えてよろしいと、こういうことですね。はい、もう一回赤いやつを出していただきたいんですけども、福島第一の反省というか事故の反省というのがここで相当細かく織り込まれているということが分かるんではないかと思います。でこれらを合わせることによって加圧水型の原子炉、少なくとも大井で調べた限りにおいてはこのような問題、同じようなことが起こっても、おそらく冷却機能というのは確保し続けることができると、こういうことですね。はい、またウェブサイトでは先ほどサマリーとして BWR 型で我々が得た知見教訓や対策の一つ一つ全項目についてPWR 型に関しても適用が可能かどうかということをチェックいたしておりますので、先ほど画面ではそのサマリーのページをご覧いただきましたが、ウェブサイトでは今映し出されていますね、こういった形で簡単にサマリーしていますが、ウェブサイトでは詳細なその一つ一つの項目に関してこういった形で、全部で何百項目になってしまうんですけれども、こういった形で我々が抽出した発見、対策、教訓、これらを全て公開しておりますので、こちらもまた別の切り口からチェックしたものなんですけれども、ぜひダウンロードが可能な方はご覧いただいて、今後の検証や安全性の確認に活用していただければというふうに考えます。
さて、こういった結果をですね、我々の10月28日の中間報告などをベースに地方自治体のいくつかのところとディスカッションをしてみました。その結果ですね、やはり、これだけの分析非常によく分かった福島第一の実態およびその対策というものがですね、もし本当に講じられるならばですね、安全性は格段に増すということもよく分かったと。しかし一般にですね、世の中で言われていること、あるいは福島第一ではこんなことも起こったんじゃないか、あんなことも起こったんじゃないかというようなことが、一部はその流言飛語みたいなものですし、一部はそれなりの証拠があって言われていることだと思うんですけれども、そういったようなものが広くマスメディアとかですね、そういうところに流布しているということで、これに関していろいろ質問がありましたので、中間報告に対して追加する意味でさらにこのプロジェクトチームは調べまして、またその地方自治体にも説明をするという作業をこの間に行ってきております。また地方自治体に対する説明、今度は PWR、BWR 両方合わせたですね、最終報告およびその間でですね、いろいろと我々がディスカッションしたことについての説明会、今後必要に応じてやっていきたいと思ってますけれども、とりあえず今までのところに出てきた主なその指摘点、そしてそれに対してこのチームがさらに追加的な分析をした結果をお知らせしたいと思います。柴田さん、お願いします。はい。中間報告の後にいくつかの地元の方々とのヒアリングや面談の機会をいただきました。で何十項目にわたるたくさんのご質問、それからご指摘をいただいたわけなんですが、今からそれについての簡単なご報告、ご説明をいたしたいと思います。質問の数自体はたくさんいただいたんですけれども、突き詰めていきますと、今画面に映っております大きく4つぐらいの論点に集約することができました。まず1点目が福島第一1号機の事象進展が2号機、3号機、4号機と比べて著しく早い理由が地震によって何らかの配管破断が起きていたからではないかということに関するご指摘です。それから2点目が1号機がマーク1型という古い形式だったからではないかという点です。そして3点目がもしそうでなければ1号機の IC、いわゆる非常用複水機が機能するはずで事象進展がもっと遅いはずではないかと。IC というのは、最近事故調査委員会などでも指摘されておりますが、炉心の高圧の冷却機能の一つでして、これも一旦冷却が始まると備蓄されている冷却水がなくなるまでは電気がなくても自動的に循環するというような機能を持った冷却装置なんですけれども、それが機能しないのはおかしいんじゃないかという趣旨での論点です。これが3番目です。そして4点目が当時の福島第一の1号機は逆にどういうふうに対処していれば、またどういう設備があれば水素爆発や放射能物質の漏洩を回避できたのかと、たくさんのご指摘本当に何十もいただきましたが、突き詰めるとこの4つぐらいに論点が整理されたのかなというふうに考えました。でこれらについて詳細な内容はウェブサイトに公開しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、そうですね、配管破断についてご説明をしてみたいと思います。配管破断に関しましては、地震が起きてそして津波が来るまでの間にすでに1号機では原子炉の配管が破断していて、それによって事故の進展がもうすでに進んでいて、したがって1号機だけ翌日にはもう爆発してしまうというように、他と違うスピードで事象の進展が起きたのではないかというような類のご指摘がたくさんありました。でつまり地震では事故は起きなく
起きずに津波によって、事故が増幅されたということではなくて、もう地震の時に、事故が始まってたんじゃないかという考え方です。でプロジェクトではもう少し遡ってみて、もし仮にどのような配管が破断した場合に炉心損傷を著しく早める可能性があるのか、それからそれはなぜなのかということについてまず調べました。でこの今映し出されている図がそれにあたりますが、実際にはたくさんの配管があるんですけれども、破断によって炉心損傷を著しく加速する大口径破断というのは大きく4つあります。この4つなんですけれども、で主蒸気が出たり入ったりしているノズル、それから冷却水が循環する入り口と出口です。簡単に申し上げますとこういった部分で、もしこれらが破断した場合にはでは実際にはどういう現象が起きるのかということについて考えてみました。で配管が破断するわけですから、炉心にある水蒸気、これが急激に圧力容器の外に当然出ます。それから冷却用の水、これも配管が破断した場合には当然圧力容器の外に出ます。でそうしたことが起きると当然のことながら炉心の冷却機能、それから冷却水が循環する機能っていうのが著しく低下しますので、炉心の損傷を加速いたします。でこうした配管が破断した場合に、では実際のデータですね、パラメータと呼んでるんですけれども、原子炉のパラメータがどういうふうな動きを示すはずなのかということについて考えてみました。でまず水位ですが、配管が破断するわけですから、当然圧力容器内の水位は急激に減少する。それから格納容器内の液が急激に上昇する。圧力容器の配管が破断して格納容器に水が出るわけですから、一方は減るしもう一方は増えるということです。それから圧力に関しましても同じように圧力容器内の圧が急激に減少して格納容器内の圧力や温度が急上昇すると。それから圧力容器内の冷却水は当然放射性物質を大量に含んでいますので、これが配管破断によって格納容器の中に漏れた場合には線量が急増するというようなデータの動きを示すことが考えられます。でそれに対して実際のデータはどうだったのかと。地震が来て津波が来るまでの約45分間に関しては非常用のディーゼル発電機も動いていましたし、それからバッテリーによる直流電源もありましたので、電源が健全でした。外部電源以外の電源が健全でした。したがってパラメータも残っています。で今映し出されているものがそのパラメータの抜粋ですけれども、地震発生から津波までのパラメータを見る限り、水位、温度、圧力ともに急激な変動は見られず、炉心損傷を著しく加速する配管破断の兆候は全く見られません。でこのグラフが蒸気の流量です。でここで地震が来てその後安定してこう推移していると。それから原子炉の水位、これがここなんですけれども、地震によって揺れることによって水位がこう、地震の直後は上下していますが、その後はこういった形で安定に推移しています。それから圧力に関しても同じように、これはその IC、 先ほどの非常用複水器で冷却をしたりストップしたりしておりますので、その操作に応じて上下していますが、配管破断が起きたという兆候は見られません。それから格納容器の圧力なんですけれども、これもこういった形でちょっと見にくいですけれども若干上がってるんですが、配管破断が起きた場合には1気圧以上の急速な圧力の上昇を伴いますが、これは20から30キロパスカル前後という非常に少ない変動ですので、圧力に関しても格納機側もそういった兆候は見られないと。それから放射線量に関してもここにパラメータを抜粋していますけれども、格納容器内の放射線量を測る計器のモニターでも線量の変化は全く見られていません。
このような、噂とかあるいは学者、識者の人たちのいろいろ指摘があるんですけれども、重要なことは地震が起こってから津波が来るまでに電源がちゃんとしてる。ですからもし地震でもって何か破壊が起こってたとすると、これは外部電源は全部破壊されてるんですけれども、それ以外のところで主な事故に至るような破壊はなかったということは言えると思います。でまたマーク1とマーク2の問題もですね、我々が調べた限りでは今回の福島のようなことが起これば、どこであっても事故につながる可能性があるということで、マーク2だから安全だとかマーク1だから安全ではないということはないということですね。それから今いろいろと問題になっているその1号炉の問題で、格納容器の方のいわゆるそのアイソレーションチェンバー、非常用の複数域のところとのつなぎの部分でですね、こちら側のバルブが閉まっている、場合によってはちょっと開いているという、こういう状況になっていることをですね、少なくともプラントのオペレーター所長は認識していなかったと、こういうふうなことに関してはですね、実はその通りであって、1号機だけはですね、交流電源が喪失した時には自動的に閉まるようになっているのに、2号機以降は自動的にこれが開くようになっている。言葉で言いますとフェイルクローズとフェイルオープンということで、車でいうとアクセルとそれからブレーキが逆さまについているようなものが1台あったということで、メーターも読めない、非常に大きな問題が出た時にですね、現場が混乱した一つの理由になってます。でこれは設計思想に問題があったということと、それから全電源喪失という状況の時にはですね、もし、原子力安全委員会の言うように、交流電源というものが確保できる、できてるんでその交流電源の喪失を想定しなくていいという、ここに基本的な問題があるわけなんですけれども、仮にですね電源があれば、自動的に閉まるようになっていてもそこから再び開けることができるし、必要があればですね、自動的に開くようになってても問題があるんだったらそれを閉めることもできると。電源が全くなくなってしまったっていうことで、この2つが違う設計思想によって、作られているということがですね、混乱を招いたと思います。でオペレーターがその辺をですね正確に知らなかったということ、またそういう問題をですね、現場でもって40年にわたって放置していたということは私は問題だと思いますけれども、しかし、今回のようなですね、巨大事故の時にオペレーターが非常に困難な状態の下でも迷わずに操作ができるように作り直しておくと、仮にその GE のですね設計がどうなっていても現場でそういうところをですね、直しておくか、もしそういうふうに違う操作が必要であればアクシデントマネジメント、非常用のマニュアルの中でそういうことを何回も演習しておくべきだったと、こういうふうなことが言えるんではないかと思います。いずれにしても、そのような正し書き付きで、ですね、この各地方でですね、いろいろと問題になっている福島第一の問題、いろいろと言われていることについては我々の中間報告および最終報告に補足して、その部分だけを特別に設けておりますので、ご興味のある方はですね我々のサイトからダウンロードしてその部分を見ていただきたいと思います。でここでですね、以上中間報告と最終報告をまとめた、結言というところを我々は最終リポートの中で書いておりますので、それをごく簡単に申し上げます。繰り返しになりますがですね、今回の福島第一の教訓はですね、津波等に対する想定が甘かったというんではなく、どんなことが起きても過酷事故は起こさないという設計思想がなかった、ここに希釈する。でいくら想定を高くしても、例えば20メーターの津波とかいうふうにしてもそれ以上の事象は発生しうるということだし、特に周辺住民の方から見るとそれではもう納得しないということだと思います。
それからこういったことが起きてしまった時に、社会国民生活に取り返しのつかない被害を及ぼすこういう事象については確率論とか想定の大小ということを中心に安全性の議論をすべきではないと。で原子力保安委員会にしてもですね、安全委員会にしてもまだまだそういった意味で、こういった、想定の大小ということを問題にしており、現実に各発電所に対してはですね、津波の想定を20メーターにするようにとかそういうことを言っておりますので、我々はそういった考え方は間違いであるというふうに思います。それから再発防止のためですけれども、設計思想と指針、あるいは原子力安全委員会の指針にまで遡ってどんな環境下でも原子炉への電源と冷却源を提供する、何があっても過酷事故は起こさない、こういう思想に転換するべきだと思います。でそれがもしクリアできないんであればプラントは再稼働すべきではないというふうに思います。もちろん、先ほど PWR の場合のですね、多い、3号機4号機の想定をいたしましたけれども、この場合にはですね我々の申し上げている提言、その提言を実施した場合の条件というのも、クリアしているというふうに我々は思いますので、そういうものについては一刻も早く、地元との話し合いをしてですね、再稼働に向けた動きがなされることが望ましいと、こういうふうに思っております。それから全てのプラントに対してですね、我々の言ってるのは原理の異なる多重性、それは多様化と多重化ということで、その検証が必要であるという、その上で常用非常用超非常用の3つのアクシデントマネジメントの体系、およびその訓練、これを確立すべきだというふうに思います。で超非常用、今回の福島第一のようなことになった場合にはですね、電力事業者だけではなくて、オフサイトからの支援、これは自衛隊なども含めてですが、政府行政および自治体が一体となった災害対策、これが必要になってまいります。でこのような組織運営体制というもの提案も我々は中間報告でさせていただきましたが、まだこれについては少なくとも我々が理解している限り政府の方で着手していないと思います。それから我々の提言はアクシデントマネジメント AM モードに入った時点から、この3社プラント政府自治体の関係者がリアルタイムで全ての情報を共有して、また共同で意思決定を行うと、こういう仕組みが必要だというふうに思います。それから今回の事故の原因はですね、原子力安全委員会の長期間にわたる全交流電源の喪失は考慮する必要がないというところに代表される設計思想が、事故につながった直接原因であるということですね。でいつどのような経緯でこんなことが決定されたのか、またおそらく何十年もの間これが適用され続けたのか、この点についてその責任の所在、それからそういった意思決定、おそらく電力会社からもそういうふうな要請があったのかもしれませんが、それからガバナンスとの関係、そういったようなことをクリアにして、しかるべき責任の所在およびその責任者をですね、罰していくということをしないと、この問題についてはけじめがつかないというふうに思います。それからもう一つはですね、現場に対する問題ですけれども、3月11日以前に、少なくともこの原子炉の場合には40年の歴史があるわけですから、もっと創意工夫ができたはずであるんではないかと、できたはずだと思います。しかし考えてみると、地震や津波をある程度想定したために、実際は本当の非常時、つまりそれらの想定を超えるものが襲った時にどうなるのかということを真摯に考えない、対策をしなかった理由、それからそういったようなことが必要だという意識が足りなかったというふうに思います。例えばですね、今回の福島第一を見ると、外部電源の取り込み用の電源板が全て水没しております。
で電源板の設置場所を高くするとか、いくつかは精密性にするとか、こういう対策は現場でやれるはずだったと思うし、また現場がそこまでできなくてもですね、しかるべき立場にある人がですね、そのようなことを考えていればできたはずだと思うし、それができていれば今回のようなシビアアクシデントは起こらなかったと思われます。それから今申し上げましたように、福島第一の場合には1号機と2、6号機でですね、アイソレーションチェンバーとか RCIC の弁仕様、フェールオープンかフェールクローズというのが違っている。この1号機がなぜそういうふうになっているのかというのをいろいろ調べてみてもですね、必ずしも明確な答えがないんですけれども、現場はこの1号機のアイソレーションチェンバーが機能していると、弁が開いていると考えて、2号機に、その2号機を救済することを優先した。なぜかというと、その弁が開いていれば8時間は、この冷却が可能だというふうに想定したからだと思われます。ですから考え方としては、全て現場レベルでフェールセーフ、フェールオープンにしておくというようなことがあるか、あるいはこれらが違うんだよということを想定して、訓練をやっておくという、このようなことが必要だったと思います。また水冷式の非常用ディーゼルが同一仕様で同じ場所にあったということですね。これは多重化中心の考え方で多様化ができてない。福島の場合で言いますと、6号機が空冷1つあったために5号機もこれによって救済できた。5、6がですね、最終的に冷温停止に至った理由というのは、たった1台の空冷式という、水没しなかった空冷式があったからだということであります。それからコンピューターシミュレーションについてはですね、EU がこういうことを始めているわけですけれども、ストレステストを原発再稼働の条件としている、日本、今これをやってですね、結果を見て判断すると言ってますが、ストレステストを原発再稼働の条件としている国というのは我々が調べた限り存在しません。日本政府もこのストレステストの位置づけをですね、技術的な検証の一つというふうに改めるべきで、やはりもっとソフトな原因も含めて、先ほど我々が説明したような関西電力大井で、検証してみたように1ヶ月あればあのような検証はできるわけですから、現に我々は、関西電力と三菱重工の協力を得て1ヶ月でこれをまとめることができたわけですから、そういったことが1個ずつの原子炉について行われるということが非常に重要で、ストレステストというのはあくまでも必要条件の一つで、十分条件にするためにはやはり周辺住民の方がなるほどと、それだったら理解できたという、ここが必要なので、これはストレステスト1本ではダメだというふうに思います。またヒューマンエラー、訓練による習熟度ですね、それから複数プラントの同時事故の対応、オフサイトからの支援というのを、こういった不確定要素というのは、ストレステストの中ではほとんど考慮外なので、一刻も早くストレステストを終えてですね、そしてその他に必要な対策というものの議論に入ってもらいたいと思います。で、また3月11日以降、政府が指示した緊急安全対策というのをほぼ全て盛り込んでいるわけです。したがって今後二次ストレステストを実施するということを政府は言ってますが、おそらく一次テストと同様の結果が報告されるだけに終わる可能性が高い。二次テストを実行する本質的な意味は薄いのではないかと思いますので、一次テストに集約するという方向に改めるべきだと我々は考えます。また今報告しましたように、沸騰水型で検証された今回の事故からの反省および対策に関しては PWR にも適用できるというふうに考えてよろしいと思います。で、世界ではですね、こういった原子炉の設計に関してはほとんど同じような思想、設計仕様、アクシデントマネージメントの対策、こういうふうなものが存在しておりますので、こういったものを第2の福島第一事故みたいなものを起こさないためにも、この訓練を全世界に対して速やかにかつ正確に共有していただきたいと思っております。
で、自治体関係者の人たちはですね、現在混乱をしております。私たちの勝手連的なですね、いわゆるセカンドオピニオンというのは、これで、8月から仕事を始めまして、2ヶ月で、中間報告をし、あと1ヶ月半をかけて最終報告を出しました。しかしながら政府の事故調というのは半年かけて12月26日に中間報告と、そしてさらに半年をかけて2012年の夏に最終報告となっております。で、時あたかもまた国会のですね、事故調査というのが始まりまして、これは国政調査権を使ったそういった調査になるということですが、これまた半年を想定していると。したがっていろいろな事故調が出てきたために、地元の方はですね、全部出るまで待とうと。やはりですね、これはですね、政府がいろんなことを言ってくるんで、それらが全部終わるのを待って、それから地元としてはどうするかを考えようと。これがやはり地元の首長さんたちですね、市長さんたちの意見だろうと思います。したがって、我々から見るとですね、そういうことになってはいけないと。やはり、再稼働できるものは再稼働する、対策は一刻も早く盛り込むと。そのためにボランティアとしてこういうことをやりましょうと言った私たちのチームからするとですね、何のために我々がですね、精力的にまた時間を切ってやったのかということが分からなくなるというふうに思います。で、毎日ですね、政府のそういう事故調というのがいろいろな意見を出してくるというふうになった時に、結局地元はどれを信じたらいいのかわからないということになって、結局不十分であると。このようになってしまうとですね、全ての再稼働というものが、赤信号が灯ると、こういうことになります。これは今の我々の生活、あるいは産業界のニーズから見てもですね、非常に有識ことでですね、このようなことをなくすためにもですね、政府は一刻も早く事故に関する、福島第一の事故に関する調査およびそれから導き出される知見、対策を一本化するということをしていただかないといけないと思います。我々以外にも充実したレポートというのはたくさん出ていると思いますし、おそらく事象、原因、対策等の技術的な分析というのはほぼ出尽くしているのではないかと思います。で、今後はこれをですね、一刻も早く、周辺住民の方々が納得できるような形で、一つずつ、対応していくこと、そして、安全だと思われるものに関してはですね、再稼働に向けたいわゆる行政手続きというのが取られることを我々としては望む次第です。以上8月からですね、4ヶ月にわたって行ってきた H2O のリポート、報告を終わります。プロジェクトをフルタイムでやってくれた柴田巌さんに改めて感謝すると同時に、本プロジェクトに協力をしてくれた電力会社、そして日立東芝、三菱重工というメーカーの中核メンバーの方々、改めてお礼を申し上げたいと思います。で、皆様方におかれましてはですね、今回これらの情報をすべて公開いたしまして、またダウンロードもできるようにし、そして中間報告に関しては英文でですね、これは1月になりますけれども、英文でかつ YouTube に関しては英文のテロップをつけてですね、全世界の人にですね見ていただくようにしております。こういうことを通じてですね、福島の教訓を世界で共有していただきたいと思います。長い時間ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。